あの日の顔が忘れられない。泣いちゃった。泣いちゃった。すごい。折笠さんってルキアなの？って今あれやらないと死ねないなと思って。何者でもなかった俺をなんか声優さんにしてくれたような気がするんですよ、チャドが。これをどう使おうかな。お後がよろしいよって。ここからはですね、キャラクタートークに移っていきたいと思います。わざとらしいなお前。移らせてあげてよ。今までずっとブリーチのよもやま話しかしてない。これのが長いくなる。長いから。もっとやろうよってなっちゃうから。まずはルキア。はい。ブリーチっていうのはこのルキアがこの現世に来ないと始まらない話なんですけれども、イチゴとルキアが出会ってこの物語始まりますけど、第1話最初死神として登場と、1話目にして死神の力をなくすと、かなり忙しい状況でしたが、どのような感じでこちらやったんで、一番最初のね第1話にしては相当アップダウンの激しい状況でしたけど、どうでしたか？まずはやっぱりオーディションの時から、死神どういうこと？どういうこと？はい、っていうそこからスタートしていて、でもまあ物語的にはね、死神ではなくて朽木ルキアだとというセリフも名台詞もありますし、刀をよこせ死神。死神ではない朽木ルキアだ。ルキアを考えようってまず思ってたんですよね。なんかその死神だからどうっていうことよりも本当にルキアの心情からスタートしようっていうふうに思って、で結果体当たり。結果考えてたのに体当たり。いや考えても考えてもやっぱりわからないよって思って、それまで当時20代だし。ルキアをやる前ってこういうような、ルキアみたいなああいうこうぶっきらぼうなある意味言い方をするような役とかっていうのはなかったじゃん。なかったし、いまだに折笠さんってルキアなのっていまだに分かんない人もいますね。まだ言われる。まだ言われる。じゃあそれぐらい普段の折ちゃんと印象がなんかやっぱりちょっとないみたいで、イメージがやっぱり違うもんね。しかもやっぱりなんか最初の頃ってちょっと声のトーンもルキアも若くてトーンも高かったけど、ソウルソサエティ編とかでこう幽閉された時にずっとモノローグだったの。処刑は明日、そう聞かされて驚きはしたが、不思議と悲しくはなかった。それはきっと夕べ見た夢のせいなのだろう。決して忘れることのないあの夜の。そのおかげでなんかルキアとして内省するみたいな感じで、なんかズブンにだって自分にどうした？自分に入っていってやっぱ声のトーンがどんどん変わっていったんだよね、そこで。だからそう自分の葛藤がすごい強かったっていうか、ルキアって本当に芯が強いから、私だったらもう泣いてるみたいなところでまだ泣かないのかこの人はっていう気丈な感じとかもあったので、自分の感情以前にこれは捨ててもうルキアになるっていうのがもう本当に必死に私も演じてたなっていうのはすごくありました。じゃあルキアを作っていく上で難しかったのってそういう部分が一番難しい。だからルキア自身も強くなりたいっていうのはあるんだけど、もうその背中を見て私も強くなりたいみたいなのがもうずっと千年決戦編もずっとあるなっていう感じで、ずっと追っかけてるという。追いかけてるな、憧れですね。千年決戦編になるともうルキアってすごく強くなってるじゃないですか、もう身も心もすごく強くなってるから、じゃあ今と昔って相当進化をしてると思いたい思います。次は織姫なんです、はい。織姫
ね、最初の段階から登場ということですけれども、織姫というとやはりお兄ちゃん、お兄ちゃん兄空ですね、との話がございました。ございました。あれがかなりきついお話だと思うんです。そう、のっけからいきなりお当番で。のっけから音がそうそうそう。いきなりもうオーディションで喋ったのこれだったって。あの中にあったんだ。はい、お兄ちゃんを送る時のセリフだったなーって。あれがそうなんだ。お兄ちゃんいってらっしゃい。で、最初のコミカルなネギ回しながら喋ってる。ネギとバターとバナナと羊羹無事でした。一体何を作る気なんだよ。コミカルシーンと、はいそれからお兄ちゃんをもう大丈夫だよって送ってあげるシーンの自分の切り分けみたいなのが、織姫の声の使い方も、ちょっと変えているというか、でいろんなキャラクターやらせていただいたんですけど、織姫やる時の声ってちょっと特徴的で、他のキャラクターとはもう全く被ってない喉の使い方をしていて、高い声出す時にキュッと締めたりするんですけど、織姫をやる時はファルセットを少し混ぜてるっていうやり方をファルセットが混ざってんの。混ざってるんですよ。どうやって声出してんの？地声とファルセットの間ぐらいなので、織姫の声は実はすごく不安定なところを綱渡りのように使っている。でなのでコミカルなシーンはキャンキャンとした感じなので、結構地声をキュッと締めたような高音にしてて、そこからシリアスなところに向かうというか、もうベースそのちょっとふわっとさせてる、ブレンドさせて作っているんです。最初からそれをやって最初からこの子はこの声でいこうみたいなのを決めてやっていましたね。初めて聞いた。初めて聞いた。すげえ面白い。アプローチとしてはそういう方法もあるんですね。なるほど。じゃあその不安定なとかっていうような部分がアランカル編で出てくるんですか？儚さみたいなところはそうやってふわっとさせて作ってるところがあると思いますけど、やっぱり織姫全編通してのさよならのシーンは本当に私にとっても人生の中で大事なシーン。それで5回とも同じ人を好きになる。ありがとう黒崎くん。さよなら。あれやらないと死ねないなと思って原作読んだ時にもう号泣していたんですけど、でも急性骨髄炎っていうちょっと厄介な病気になってしまって、親知らず抜いただけなんですけど、そこから顎の骨が腐っていくという手術が終わったあたりでそのシーンがやってきたんですよ。なので奥歯2本ない状態であれを読んでるんです。でない状態って口の中で音が回っちゃうので、うまく喋れないから傷口にティッシュ詰めて読んでるんです。そうなの？そう、神様ありがとう。ティッシュもありがとう。ティッシュもありがとう。そうなんだ。すごい。それはでしかも術後だったので、痛みも抑えられているけど、ティッシュは血まみれですよ。そんな大変だったんだね。そこでやってる。で手術するにあたってプレートでつなぐのが一番いいんだけど、あいうえおが全部言えなくなるかもしれないから引退かと思ってた一瞬、なのでシーンの前に引退は辛すぎると思って、で久保先生に電話してそのショックな時にで漫画を見て読むから骨がつながっている状態の時に一回聞いてくださいって言って、言えなくなるかもしれないから手術したらって言ったら、俺聞かないよっつって聞いてくれなかったんですよ。多分絶対できると思うからって言って。素敵。やべ、涙出ちゃった。そうで実際ちゃんとアフレコはできたので、私にとってより思い出深いすごい話だ。シーンなるでした。ほどね。それを踏まえてみたらまたはい味わいがえぐい。すごい。ちょっと今はちゃんとそこにインプラントも入って歯は全部揃っているのでご安心ください。それでか、あの日のゆきちゃんのすっごい緊張してる面持ちというか、
あの日の顔が忘れられない。泣いちゃった泣いちゃった。すごい。そうそうなんだ。大変な人生の中で結構な山場でもやり遂げられてよかったなと思っています。人生がかかってます。すごいですね。しょっぱな2人がこれだけすごい話をしたという。残りの3人大変ですが。プレッシャーだね。はいハードルが上がりどうしますか。どうしようか。さあどうしよ続きましては佐渡安虎役の安本さん。巨人の右手が出現した時、うん。あの時がまあ一番やっぱ最初のピークかなとは思うし、うん。分かってるアブエロ。俺の拳がでかいのは傷つけるためじゃない。俺の体がでかいのは守るためだってこと。で守るための力が欲して守るための力、この自分が初めから持ってる力を守るためにあるとかも力に対して即守るを直結してって最初から鉄頭鉄尾、それなんだったら最後まで、力がほっといたら暴力になってしまうことも彼は分かっていたから、否定もしつつ守るために力が必要、どうしようっていう葛藤を抱えていて、でもとてつもなく大きなもの、まあこの時はフォローでしたけど、やった時にはそれすらもう亮がそれを思いで力を求め、そこに出現したっていう時は少年漫画が好きだからこそワクワクもするはずなのに、ああ力を得てしまったっていうことに対する覚悟みたいな方が俺は強かったのを覚えてますね。覚悟。だって彼はぶん殴りたくて力を求めたわけじゃないのに、ぶん殴れる力を得てしまって、でぶん殴んなきゃ勝てない相手がいて、でもそれは何をどうするかは自分の意思で決めなきゃいけなくて、そういう意味だと生っちょろくただ力を得たっていうふうにしてはいけないなってのはすごい20何年前ですけど、ここのセリフすごい守るためにあるってこととかはすごい大事にしなきゃいけないなってのは今でもその時の前日こうなってたのを覚えてますやべえこのシーンやべえと思って。あの時がブリーチがアニメーションとしては何作目？ちゃんと役がある役としてはもう本当に最初の方ですね。だからブリーチが、その中でチャドって無口はいで本当に最初は無しかこう言わない台本上で点々点と無だけ言って書いたことが20回ぐらいもちろんですよ。ようチャド。本当にその言葉で表情を出すのが非常に難しいキャラクターだと思うんですよ。あと無って言わなきゃいけないのがだけだとダメで、どうしても音として無にしないとキャラが薄くなると思うところもあったから、無を言おうっていうのはすげえ考えてやってましたね。でそのチャドが初めてというかな前半の中で自分の心の動きがものすごくこう大きくダイナミズムを持って出たのがやっぱ柴田の回じゃないかなと。あの時にチャドの思ってることとか中の優しさとか力強さが出てくるなって。雄一、俺が死んでそっちへ行ったらもう一度お前を抱えて走り回ってもいいか？楽しかったのに楽しくなくなるんですよ。切なさもあるから。それがすごい、うわこんなに直接的にこの子って俺根っこレベルに近いもんあんだなと思いながら、チャドとなんかすごい複雑な気持ちになってやってましたね。自分とそういうの同一性みたいのはやっぱしあった？あると思いますよ。なんかすぐには体で軽視頑丈だってのもあるし、人殴りたくないしでも力は強いしとか、そういうところは。あと怒るふりして人怒んねえし俺。オーディションでも無はあったの？無はあった。あったやっぱあるんでもだ。大事だもん無は大事だからね。あの髪も実家帰りあると思うんだよな。多分あるでしょう。初期面のキャラクターの中で佐渡安虎は難しいキャラクターだよな。そうだね。ありがたいです。でも僕それまでね生産になりましたとは言いつつも何をやってるって言っても分かってもらえない、モブが多かったんで、そんな中でブリーチでチャドって伝えて分かってくれる人が多くて、何者でもなかった俺をなんか生産にしてくれたような気がするんですよチャドが。だからもう純粋に思い入れはめっちゃあります。さあ続きましてじゃあ窓野さんコンです、コンいけますか？コンはこの中で唯一オーディションがなかった人。決め打ち。コン現場でキャラを知る。まあ技根眼としてはいね、はい生み出されて海賊一番最初の登場はイチゴの姿じゃないですか。はい私の名前は黒崎いちご。好きな言葉は早寝早起きです。戦闘のためにはい死人にこう魂を入れてっていう、勝手に生み出されて、そうですねほんで結局
破棄されてっていう、モッドソウル計画ですね。であん中で僕好きなセリフは「俺は何も殺さねえ、アリさえも殺さねえ」っていう、なんかちょっとね感動しましたね。嬉しかったし。だから俺は殺さねえ。そして誰も死ぬとこなんて見たくないんだ。頭のそのコンってまあイチゴの体を使ってまあはしゃぎまくって胃の悪さをたくさんしてますけど、でも海藻魂魄モッドソウルっていうの悲しみっていうのがね、悲哀があって本来不良品だったからね。そう粗悪品だったからね。そうワルピンだ。そうワルピンだ。そうワルピンだ。そうワルピン、ウルルだね。そうワルピン。それがね、なんかぬいぐるみに入った瞬間なんかルキアに踏みつけられ「綿が出る!」とか落ち着いて着替えもできん。ナイスアングル。俺ぬいぐるみでよかった。やめてやめて、綿が出る。お兄ちゃん開けるよ。ゴンはまあほら特殊な声じゃない。ちょっとファルセット入ってる。なおや羨ましがるんじゃないよ。エピソードちょっとファルセット。ワルセットって言ってる。ワルセットやで。ファルセット。ふわふわっとしたところをねちょっと使って。じゃあファルセットとね。だけどマドロさんはワルセットね。ワルセット。ひどい。さっきからじゃあユキちゃんがあんなに話をしてるのに俺はワルセットや。ワルセットや。これをどう使おうかな。最低。大変なのはこの後話す杉山さんです。ハードルが上がりすぎてます。やばいわこれ。じゃあウリュウ行きましょうか。はいはい、よろしくお願いします。ね何セット使ったんですか。何セット？ソーイングセットですか？さすがだな。うまい。もうこれで番組終わっていいんじゃないかっていう。終わったからよろしいよ。もう終わり。綺麗な。まあそれはさておき、そうですね。ウリュウも最初僕は死神を憎むって言って出てきて、石田ウリュウ、クイーンシー、僕は死神を憎む。なんで憎んでるのかってあまり細かく具体的には描かれてないとこあったじゃないですか。全く。その石田宗賢のおじいちゃんの話の回想シーンとかチラッチラッとは出てくるんですけど、どうしてそこまで憎んでいるのかっていうのが描かれてなかったんで、それをなんか自分の中でどの程度のその憎しみというか恨みというか、どのぐらいのニュアンスがいいのかななんて思いながらやってましたね。でまたこのメンバーの中でそのクイーンシーっていうのも特別な存在じゃないですか。死神と相対する存在としてクイーンシーっていうのが初期出てきていて、でその中の生き残りという謎に満ちたクイーンシーですけど、だから孤立してる状態でずっと最初からいたなっていう感じは、そうですね。このメンバーからも孤立してるよね。異質感みたいな。ねえ、私たちは仲間だって思ってるけどちょっと距離があってね、そういう中でずっといましたね。なんか織姫に対してもチャド君に対しても別にそんなに距離感はないんですけど、グループというか仲が良くなってるから、どうしても立ち位置的にいや僕は仲間ではないみたいな、若干見せ方とか、ね、行動みたいなものがあったかと思うんですけど、その辺のなんかバランスって難しいなと思いながらやってた記憶がありますね。はい。本当にグッと入ってきてくれたなと思ったのはやっぱアランカルになってからそこからの千年決戦編ってまた完全にガンっていくじゃないですか。まあそうですね。だから1話の時にみんなと一緒にいたじゃないですか。だからなんかあれがすごく僕的には印象に残ってて、なんか普通に楽しそうにみんなと焼きサバパン食うかみたいな。彼はこの焼きサバパンとか好きそうだ。置いといてあげよう。それおめえが食いたくねえの言ってるだけだろ。そういうところとかもなんかやっぱりある程度以上気心が知れてないとできない会話だし、でそれに対しての黒崎で おめえが食いたくてだけだろみたいな返しもそうだし、それで険悪にもならないところが仲間感がすごい出てたなっていう感じでもそれを一回見せてるのが効いてきますよね。そうですね。
いやーここまで今日皆さんにちょっとキャストトークとオープニングトークと長いオープニングトーク壮大なオープニングトークかなりこれだけでも相当話すことがたくさんあったんですが、ね、まだまだ本当は実はあるんですけどね。いちごの話も聞いてない。そう僕は MC として今日いるんで、もう大体喋ってないですけど、俺今日かなりの満足で帰れるんですけどね。いやこんなにたくさんのお話が出てくる。いちご話はする機会はちゃんとあるの？いつか漫談で。漫談一人それ TikTok とかショートだ。ショートすぎませんか？10秒ぐらいで。もったいないよ。最後にですね、これからブリーチ千年決戦編最終章となります家臣団が放送されます。それに向けての意気込みをメッセージとともに皆さん一人ずつお聞きしたいなと思います。まずはですね、じゃあルキアさんお願いします。ここまでみんないろんなことを考えて役を背負って20年走り続けてきたんだなっていう、すごいね。みんなのこの結集した思いをどうぞ受け取ってくださいっていう気持ちでいっぱいです。原作が続いていながらにして、アニメは8年もすごく長かったけど途中で終わってしまった思いっていうのをこうすごい抱えながらやっと千年決戦編がスタートして最後は本当にいろんな意味で大変なことになっちゃうし、で世界観ももっともっとこう広く大きく雄大に描かれているので、それもすっごく楽しみにしてもらいたいです。ぜひご覧ください。ブリーチはね、先ほども言いましたが僕にとって本当ゲームチェンジャーすごい作品なんですよ。とっても大切な作品で、いろんな作品がある中で最初から最後までしっかりアニメ化できる作品ってなかなかないじゃないですか。だからブリーチは結果的に本当やっぱみんなに愛された幸せな作品だったんだなっていうのを再確認したし、それに関われた俺っていうのも本当に幸せな人間だったなっていうのも思いつつ、アニメ終わっちゃうっていう寂しさもありつつまたいろんな気持ちがぐっちゃぐちゃなんですけど、それでいいと思うんですよね。そのぐっちゃぐちゃな気持ちで作品自体もいい意味でぐっちゃぐちゃなんですよ。いろんなことが入り混じるからカオスを楽しんでいただければいいなと思います。そのカオスをちゃんとイチゴだったりウリュウだったりみんなが整えてくれますんで、その様を一緒にやって楽しんでください。よろしくお願いいたします。千年決戦編は僕この先出るかどうか分かりませんけれども、ブリーチという作品はね、今後まだなんかすごくゲームとかいろんなものがずっと続いていくと思うんだよね。でそれで特番とか僕はちょっと傍から応援していく形を取ると思う。特番の男出た。特番の男コンキングオブ特番。特番に特化したとにかくコーンもみんなそうだし、もうとにかくブリーチは永遠です。これからも皆さんよろしくお願いします。千年決戦編の第4クール家臣団が7月からということで楽しみにお待ちいただいているかと思うんですけど、いやこれはすごいなと思うシーンが本当に多々あって、オリジナルでこんなシーンがこのキャラクターがまた出てくるのかみたいなのもあるじゃないですか。だからそういうのをあれですね、先生がこう今まで温めて描いてきた作品のあのキャラクターもこのキャラクターもってね、また見せ場活躍するシーンも含めて本当にすごいことになっていきますし、3章までをさらに超えてくるんじゃないかぐらいのね仕上がりになると思っているので、ぜひぜひ、第4シーズン家臣団楽しみにお待ちいただけたらなと思います。そして、ブリーチ2026年またね新しいスマホのゲームとか、いろいろなコンテンツが並行してまた動いていくと思いますので、今後とも2026年以降もブリーチを愛して応援していただけたらなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さすがに森田さんも何か言った方がいい。いや最後にお願いします。最後に言う言葉ですね。いやもう本当にここで一言残そうかなと思ったんですが、実はこの番組ですね、まだまだこの後に続いていくんですよ。なるほど。あるんですよ。なので今はやめます。じゃあ森田君は全部に出るみたいなんですよ。じゃあイチゴを語る時間はあるのね。私らも出てるけどね、それ。そうなんですよ。だから今日が多分一番大変だった日だと思うんですけど、これからもですねこの番組、たくさんのですねキャストの方を迎えてお届けする予定になっております。次回はソウルソサエティ編ということで、誰がいらっしゃるのか皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。いや今日は皆さん素晴らしいお話をたくさんありがとうございました。お疲れ様でした。それでは皆さん次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。
戦おうか一号。